はい、こんにちは。ねえ、いいお気になりました。お元気ですか？あ、そうよかった。ねえ、柴崎も今日もね、ご覧の通り元気に絵描いてます。ねえ、もうこのいい陽気になると、どんどん外に行って絵も描きたいですね。うん。まあそんな中ね、今柴崎ね、NHK のテレビで絵描いてることを知ってる？見てくれたかな？ねえ、毎週水曜日、E テレでね、9時半から3ヶ月でマスターする絵を描くという番組に出てるんですよ。たくさんの方からもね、大変反響をいただいてます。でね、今日はね、この動画でね、E テレの中でやってる、カリキュラムに沿ってね、ただしモチーフを変えてね、あなたと二人でお絵描きしようと思ってるんだけど、どうかな？ねえ、一緒にやってみませんか？はい。まあもちろん、買わなくて見るだけでもいいけどね。柴崎、ゆっくり書いていくし、楽しんでみてください。さあ、今日はですね、ものがつかめるような立体はどう書くかという視点で、ちょっとやりますよ。はい。では、早速行ってみましょう。それではね、今日使う画材から見ていきましょう。これ水入れですね。そして濡れた布。今日使う筆です。これはね、紙パレットというものですね。表面がツルツルしてますよ。そしてアクリルガシですね。はい。ほら、こんな感じです。この筆なんですけどね。これ平筆ですね。アクリル専用の筆です。大きさはこんな感じで、号数で言うと12号ですね。はい。じゃあやってみましょう。今日描くものですね。この大きな夏みかんです。そしてキウイフルーツですね。はい。この2つを組み合わせて描きますよ。ね、楽しそうでしょ？はい。こういう身近なものですね。これを組み合わせて今写真撮りました。これですね。こんな配置でこれを見ながら描いてみたいと思います。はい。夏みかんとキウイフルーツですね。写真撮ったからちょっと色がね、暗くなったけど、大体の感じはわかるでしょ？ではまず、構造を見ましょうね。はい。円に光がこっちから来てるという設定です。これですね。で、ここに床に落ちた影がありますね。これはとても大切ですよ。はい。影があるということは、ね、本体にもここに影があって、こちら日向というわけです。こっちが暗い影、日向と影。ここにね、明るいところ、ハイライトというものがあります。ここに、この夏みかんのヘタがありますね。光こっちから来てるんだけど分かりにくいから、本当はこう前の方から来てるってわけだね。こういう方向から来てると理解してくださいね。こうです。はい。で、これ形ね、優しいからあなたも描けるでしょ。で、ここ日陰です。ざっと塗っておきましょうね。これがここは日陰なんだなというような目安ですね。ここら辺になってるというわけです。で、これが床に落ちた影です。ね、日本語って分かりにくいですね。ここにハイライト。ハイライトの周囲はね、少し暗いですよね。こうやって。だから、周りがね、少しずつ暗くなるようにちょっと一回塗ってみましょう。ここを中心にして、同心円状にだんだん暗くなってます。日向なんだけど、こうね、ハイライトから遠ざかるほど暗くなってるよね。こんな具合でしょうか。ここ大事だね。最初に日向と日陰を分けてみるんだけども、次に日向はハイライトを中心にして同心円状に徐々に遠ざかるに従って暗くなっていくというこの見方ですね。こうです。ほら、なんか丸くなってきたでしょ。
これ日向の部分がこうなってるというわけですよ。はい、だんだんハイライトが遠ざかるに従って暗くなっていく。ハイライトのところちょっとね紛らわしいからちょっと消しとくね。はい、だからここが一番明るいわけですね。ここが一番明るくなるようにこうやって暗くしてみましょう。ということは最初に分けた日陰の部分はもっと暗いっていうことだよね。そうだよね。日向の部分だってだんだん暗くなるんだから、ここは反射の明るさですよ。反射の明るさはね、光が降り注いだものが床から跳ね返ってここがぼーっと明るく見えるというわけです。だから結果的にこの辺りが一番暗いんだよね。はい、ここだね。光の方向からほら真反対にある位置ですよ。ここが一番暗いわけです。こういう見方ですね。でその通りにこう鉛筆を塗ってみると、さっきのただの円の形だったのが球に見えてくるでしょ。ほら、あと床に落ちた影ですね。ここが一番暗いよね。ここが一番暗い。はい、こんな風に影もなってます。どうかな。これで球が床に置いたように見えるでしょ。はい。ね、じゃあこの考えでこっちキウイフルーツも書きますよ。キウイフルーツはどっちかというとこういう、円筒形を横倒しにしたような考えです。ここにハイライトだね。はい。まず円筒形として塗ってみよう。このハイライトから遠ざかるほど暗くなるんだったね。だからこんな具合かな。そしてここは日陰だからうんと暗くだよね。こうです。ほら、なんか円筒形に見えてきたでしょ。はい。どんなものを書くときにもできるだけそういう基本形で、ここは下手の位置ですよ。基本形で考えようね。そして床に落ちた影の形です。ほら、これで全体が見えるね。はい。ね、2つできたので、この考えでやってみましょう。はい。では、アクリルの紙を用意しましたよ。書きましょう。はい。手をぐる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 っと左右に大きく振るようにして円を描きます。でもあなたはね、正しい円じゃなくてもいい。少し歪んでもいいです。で、ヘタの位置、ハイライトの位置ですね。はい。で、床に落ちた影の形。こうだよね。こっちに円筒形の形として見えるキウイフルーツですね。こんな具合でしょうか。はい。そしてここにヘタがあってハイライトがあるんだね。そして影の形が床にあると、こういうわけです。はい。さあできたぞ。塗ってみようかな。あなたもついてきてる？はい。今日使う色はこれです。オレンジ色、黄色、そして紫色が深いグリーンに、深いブルーに、そして黒に白です。白は一番多めに出してありますよ。使うパレットはアクリルや油絵専用の紙パレットです。はい。さあじゃあ塗ってみましょうね。まずオレンジがいってみようね。はい。まず使う筆でしたね。この10号の平筆です。やっぱり距離打つんでしょうか。はい。では行ってみます。暗いものから描いた方が分かりやすいね。このアクリルガッシュはね、あんまり水混ぜなくていいからね、もうそのままどんどん塗っていってくださいね。はい、こんな色かしら。とりあえず作って塗ってみよう。で、日陰はブルーと黒をこの茶色に混ぜてですね、作ります。ほら、こんな感じだよ。なんとなく、だんだんいいでしょ。では、一応分かったので、
じゃあこれを基準にしてですね、日向と日陰をキウイフルーツの色で塗っていきましょうね。中心となる色はこの茶色だね。はい。最もキウイフルーツはね、少し緑がかったのもあるからね、もしあなたがご自分でねキウイフルーツを用意して描くんだったら、その色に合わせてくれてもいいですよ。はい。まず日陰の部分塗りましたよ。こうだね。そして向こう側、日向の部分だから茶色にオレンジ色、そしてホワイトをですね加えた。こんな色かな。いいね。じゃあそれで日向を塗りましょう。まずざっとフラット塗っていいね。はい。このアクリルガッシュは塗りやすいでしょ。でここにハイライトがあるんだよね。こうです。はい。これがヘタのついてる部分だね。こうかな。このハイライトを残しておくと分かりやすいよね。ここが強く光当たってんだぞと、こういう意味ですもんね。はい、ハイライトの位置です。黄色とオレンジと白をですね、さっきの色に加えて塗っていきましょう。この色だね。このハイライトといっても様々ですよね。このキウイフルーツはちょっと毛羽立ってるからあんまりピカッと光ってないんだよね。そういうところも表現としては大事かもわかんないですね。はい。ほら、大きな立体が見えてきたね。はい、キウイフルーツの基本形ですよ。どうかしら。もうちょっとね、今と同じ色で明るくしてホワイト多めにしてですね、ハイライトの位置を決めましょう。ここです。このくらいかな。ね、写真見てもこんな感じに見えるでしょ。はい。で反射だね。反射はブルーをちょっと加えて明るくだね。反射結構ね大胆に描いてみようね。そうするともう本当に丸く見えますからね。実際よりもちょっと誇張して描くぐらいの方がいいと思います。ほらねえ、転がりそうな円筒に見えるでしょう。はい。さあ向こう側ぐっと回っていっているので、向こう側にちょっと茶色っぽい色を出そうかな。やっぱりこの日向の当たった、特に弱い日向の部分がね、その固有色がはっきり見えるんですよね。だからここら辺ちょっとオレンジとかですね、こんな色ちょっと出します。となお立体的に見えるし、本物のキウイフルーツに見えてきたでしょう。はい。さあなんとなくアクリルね、キウイフルーツかけたから、今度はこっちですね。ナスみかんです。まずはオレンジ色です。そのまま塗っちゃいましょう。とりあえず塗りましょうね。まず目安になる色を決めないと日陰が塗れないからね。で日陰は茶色、オレンジ、ブルー、こんな色だよね。はい。とりあえず塗ってみよう。ちょっとね、さっきも言ったけど、まずはね、本物そっくりっていうよりもね、少し大げさに色を作ることが大事だね。はい。日陰はその色の暗い色だからね、思い切り暗くです。さあ、一回塗りますよ。最初に塗ったこのキウイフルーツの色と似てるようで似てないでしょ。それはやっぱオレンジが、固有色がオレンジ色だからだよね。はい。だから日陰といってもやっぱりその固有色の、こんな暗い色というわけですね。はい。これぼかしをかけます。はい。さあ、なんとなく日陰塗ってきたぞ。ね。じゃあまた日向の方たっぷり塗っていきましょう。これはもうオレンジ色一色でまずいけますね。たっぷり塗ります。アクリルガッシュは本当にね、もう扱いやすいですからね、じっくり描きましょ
はい、黄色も混ぜて、だんだんハイライトの周囲に塗っていきます。こうですね。で、ハイライトが遠ざかるに従って少しずつその日向の明るい色が、少しずつ暗くなっていくという考えだったんだよね。はい、こうだよね。よいしょと。それでこの境目をこう軽く混ぜてぼかしてしまいます。滑らかにね、やってみようね。ずっとほら、すごく丸く見えるでしょ。はい、この考えですよ。黄色とオレンジ色で向こう側を塗っていきます。こうだよね。今塗ってるとこはこのハイライトから少し遠ざかってるから、ハイライトの周囲よりもちょっと暗めのオレンジ色だよね。はい、こうです。でそのまま塗っちゃおうね。ほら9に見えてきたでしょ。どうかな。はい、ここぼかしちゃおうね。どうかな。これゴロゴロっと転がりそうな形にこの段階で見えてればいいよね。はい、さあちょっとぼかしをかけながら塗ってますのでね、一層つるっと丸く見えてきたと思います。はい、でちょっとね、これでいいんだけど、少しこうグリーンっぽい色なんかもね出してみようか。そうするとオレンジがねもうちょっと本物っぽく見えたり楽しくなるからね。はい、この辺りです。ちょっとだけ加えてみます。今ねモチーフで使ってる、写真に写ってるオレンジは本当にオレンジ色なんだけど、本物っぽく描くためにこうちょっとグリーンなんか入れてもいいんだよね。はい、どうかな。よいしょっと。じゃあもうちょっとまた暗くですね。はい、もう混色はねこうじっくりやってくださいね。はい、でここら辺が一番暗かったんだよね。光の方向と真反対にある部分、そこが一番暗くなるというわけだったよね。ほらこれで一層立体になったかな。こうだね。はい、そうしたらここに反射の明るさあるんだよね。はい、それにちょっとホワイトを加えて反射の明るさです。これだね。もうちょっと明るくか。で反射の明るさはちょっと大げさに描くんだよね。実際よりもちょっと明るめになるような大げさに描きます。こうですね。ちょっと白い足してもいいかな。このくらいかな。ね、塗りながら確認してみてください。はい、さあだいぶどうですか。気受けに見えるね。じゃあ今度はいよいよハイライトですよ。白と、ね、イエローです。はい、で塗りましょう。こうだね。ハイライトといっても真っ白じゃないもんね。まずこうです。大きく塗りましょう。そしてその周囲が少しずつ暗くなっていくという考えだったんだよね。ここはヘタの部分の、光の方向と反対側が一番明るくなってるからね。こんなところだね。ちょっとこう色を置くようにしようか。はい。これちょっと参考にしてね。ここをうまく描くとね、本当にポコンとこうへこんだり見えるはずなんですよね。はい。ハイライトですね。さあどうですか。あなたもできてますか。はい。それで一応こう立体を描く
ね、条件が揃ったんですね。はい。で、ホワイトを多めに使って、ちょっと見えなくてごめんね。はい。ここですね、ハイライトです。ここはだから結果的に絵の具としてはね、一番厚塗りになると、書く手順としてはなおいいんですけどね。うん。ちょっとこっちもちょっと入れとこうかね。こんな具合です。はい。さあ、2つともだいぶ立体的に見えたよね。はい。ヘタの光と反対側、こっちですね。ここが少し暗くなります。少し暗くすると、ここはペコンとへこんだり見えるんだよね。これはリンゴを描くときは何でも基本的に同じ考えですよ。ここです。はい、ほらへこんで見えるでしょ。さあ、ヘタのへこみもできたよね。うん。大きなものが描ければだんだんこうやって細かいことを仕上げられるんですね。はい。ちょっとホワイトたっぷり用意してですね、ヘタ描きます。まずヘタのこの切り口のとこのくらい明るくですよ。そしてこの、葉柄っていうのかな、ね、この木にくっついてた分ですね。ここ暗くです。こんな具合だね。短い形がポコンと飛び出ているように見えれば OK です。はい。よいしょっと。どうかな。うん。いいかな。これ、はい。はい。そういう考えだね。やっぱりこう出来上がってきたら、下手は大事だね。このアボカドじゃない、キウフルーツのね、このヘタのとこも描きましょう。はい。少し明るい色をこう足して、こんな具合だね。大きなものを描けると、本当に細部もね、描く楽しみが出ますよね。はい。ちょっとこれね、じっくり描いてあげると、より本物っぽく見えるというわけですね。どうかな。はい。それでこうね、ちょっと細く取り出して、形を補正したり、暗さの微調整ですね。そんなことをしてあげましょう。こうキウイフルーツはちょっとね、果物自身の表皮がちょっと毛羽立って見えるでしょ。そういうだからボソボソ感なんかもだんだんね、こうやって少し書き込んであげるとよりいいと思いますね。はい。でもやっぱりこれができるのも大きな日向や日陰がつかめてればこそなんですよね。うん。どうかな。はい。で、そういうちょっと書き込みですね。はい。行ってみたいと思います。ね。この夏みかんのハイライトとその周辺の書き込みをやっていきますよ。はい。ホワイトをたっぷり使った黄色、オレンジの混色です。まずハイライトですね。ちょっと点描風にハイライトを作っていきますよ。そうするとただのハイライトじゃなくてね、こうみかんのね、こう皮の質感も出るからね。こうです。ちょっと丁寧に点々点々とこう塗っていきます。ほらどうかな。で、その周りはその色に少しオレンジ色を足してですね、だんだんこうやって広げていきます。そうするとこのね、点描で描いていてもちゃんとグラデーションの、明るさが出てきますからね。だからみかんの感情を描きながら、ハイライトを表現して
立体を作るというわけですね。はい。ゆっくりこう広げていきましょう。もう全体ができてね、最後にこういう仕事って本当に面白いんだよね。はい。で、ヘタのあたりもちょっとこう明るいもんね。さあ、こうね、明るい黄色とオレンジと白の混色でやったんだけど、ちょっとこう強いなですね。まああまり無理のないようなね、グラデーションに見えるような拾い方ですね。だんだんこうオレンジを増やしていってねやるんですけど、ちょっとまたハイライト、もうちょっとこうやればさらに光るね。光がパッと見えてきますよ。ほら、こうです。点描ですからそこだけ絵の具がちょっと盛り上がってきますけど、あまり盛り上がったらちょっと手でね軽く押さえてこうやってねやってください。このハイライトが強調できると本当にね立体的に見えるからね。はい、どうかな。あなたも頑張って描けてる？その周りですね、今度はオレンジ色を少し多めにした明るい色でまたちょっとね、この夏みかんの皮の感じを描いておこうね。綺麗でしょ、こうやってやると。はい、丸くなったので床に落ちた影を描きましょうね。影は黒ですね。ちょっと筆間違った。やっぱりここは平筆だね。はい、黒とね深いブルーとホワイトですね。グレーっぽいブルーっぽい色ってねその色です。そしてこの影のパターンを塗っちゃいましょう。大きくですね。ここからです。はい。それでこっちぐるっと。できるだけ平筆だからねこういうとこうまく塗れると思いますからね、やってみてください。こうです。でここが一番暗いんだよね。だから黒をよく多めにしてこうですね。はい。ここをさらに暗く塗ります。こうだね。これでもう床にちゃんと置いてあるって感じに見えたらもう成功ですよ。はい、ちょっとこうぼかしてもいいですね。こうです。どうかな、床に置いた感じが見えるかな。はい。じゃあね、この考えでちょっとこっちもねキウイフルーツのとこもやっておきましょう。この床に落ちた影ってのは本当に大事だよね。影というのはなんかぼんやり見えるっていうんじゃなくて、しっかりとしたこうパターンに見えるようにこう描くことは大事なことですね。はい、さあキウイフルーツの影も描けましたよ。そうしたらですね、待ってくださいよ。ここのところにほら床にこのオレンジの色が映ってるよね。でちょっとオレンジっぽい色をちょっと加えようか。ですね。こんな感じでしょうか。はい。このところもちょっと入れておこうね。はい、これで夏みかんとキウイフルーツの出来上がりです。はい、ねえ、書いてよ。さあ、どうだった？あなたは書く人、それとも見る人だったかな？いずれでも楽しんでくれればいいよね。テレビの中ではリンゴだったけど、柴崎は今日はね、夏みかんですよ。ね、ぐっとつかむさな感じ。なんか、ヒントあったでしょ？コツも見えたと思う。ね。はい。また次回はね、E テレの柴崎の番組に沿ってね、違うモチーフでまたやってみたいと思ってます。ね。楽しみにお待ちくださいね。はい。さあ、ということで、今日は柴崎は、アクリル画質で物がつかめるにはどう描いたらいいかということをやってみました。そしてね、柴崎の、大阪のホルベインギャラリーで行うね、個展
開催もうすぐです。ぜひね、お時間を作って、遊びに来てください。しばしきお待ちしてます。はい、どうもありがとう。はい、またすぐにね。